22年、ご長寿猫と飼い主さんの絆。東京のとある町に22歳という高齢の猫がいると聞き訪ねました。こんにちは。こちらがその飼い主、ニックネームは山さんです。早速愛するにゃんこを紹介してもらいましょう。こちらがキジ猫のモカです。メスです。22歳です。御年22歳のモカ、人間の年に換算するとなんと104歳。その長寿をたたえて日本動物愛護協会から今年の6月に長寿動物表彰が贈られました。ただいまお昼寝中ですが、早速モカの猫自慢ポイントを聞いてみると、高齢になると毛並みがちょっとボサッとするんですけど、見た感じでもわかると思うんですけど、ツヤツヤでふわふわなところが自慢です。22歳ともなれば貫禄も。こんな感じで迫力のある低音ボイスです。思わず聞き入っていると、おはよう動画見せてたよ。自分の鳴き声を聞いてようやくお目覚めした様子。さっきから騒がしいわね。しかしさすがはご長寿猫、ちょっとやそっとのことでは全く動じません。モカと出会ってから22年、これまでいろいろなことがありました。運命の出会いはなんと山さんが9歳の時、まだ小学生の頃でした。きっかけはタウン誌に載っていた里親募集。母と2人で会いに行くと、そこにはちっちゃくて可愛らしい子猫が。22年前のモカです。すごくちっちゃくて手のひらサイズで、今とは目の色が違って青い瞳ですごく可愛かったです。この子を迎えたいっていう気持ちが強くなりました。小学校、中学校、高校、一人っ子の山さんのそばにはいつもモカがいました。親の仕事で引っ越しが多く寂しい思いをしていた山さんを支えてくれたのもモカでした。家に帰ればいつでもモカが家で待っていてくれて、で今日こんなことがあったんだよってこう伝えたりしながら、大丈夫だよって言ってくれているような気がして、それでいつも頑張れました。もう下手すれば親よりも一緒にいる時間が長かったんじゃないかっていうぐらい一緒にいたので、辛かったこととか悲しかったこととかも全部知ってるし、一緒に乗り越えてきてくれたような存在です。9歳でモカを飼い始めた山さんはすっかり社会人となりました。山さんはモカの健康維持のために行っていることがあるそうです。それは一つ目は、ご飯は好きなタイミングに。山さんは食事を与える時間や回数を決めていません。モカが食べたい時に食べさせています。ご飯が欲しい時は本当にニャーって泣いてご飯ちょうだいって言いに来るので、その時に新しいご飯をあげるっていう感じ。お腹が空いた時に食べることができれば、モカにかかるストレスが軽くなるかもという考えから始めた習慣。もちろん食べ過ぎないようフードの量には注意しています。飲
飲み水も飲みたそうな時を見計らって新しく汲んだものを与えています。いつも綺麗で新しい水を飲みたいなって私自身も思うので、自分が猫だったらこれは嫌だな、これはいいなっていうのを大事にしています。モカ流長寿の秘訣その2、こまめなブラッシング。こんな感じで優しく週に 2,3 回櫛を使って優しく毛を溶かします。高齢になると背中の方とか自分で毛づくろいしなくなるので、特に背中とかお尻中心にブラッシングしないと毛玉になって、そこからちょっと皮膚病になったりする恐れもあるので、あと血行を良くしたりしてくれるので。難しい技術は必要ありません。大事なのはモカが気持ちよくなるように優しく櫛を使ってあげることだそう。そしてモカ流長寿の秘訣その3、寝具も快適に。普段は飼い主さんのベッドで寝ているモカ。山さんはモカのため常にリネンの布団とウールの毛布、綿のシーツをセッティング。モカがその日の気温や気分に合わせ好きな場所で眠れるようにしています。今日はちょっと気温が低いのでずっとウールのこの毛布にいるとは思うんですけど、あったかいね。これもモカのストレスを軽くするために考えた飼い主さんならではの工夫です。こうして大きな病気もせず健康に暮らしてきたモカ。22歳になってもまだまだ元気。こんな感じでジャンプします。これくらい楽ちんですよ。まだまだ足取りはしっかりしています。とはいえ人間の年に換算すると100歳以上。年齢的な衰えを感じる時も。高齢になってちょっとぼーっとしている時とか、ずっと寝ている時間っていうのが増えたので、その時はやっぱりちょっと年を取ったのかなって思いますね。やがて訪れるであろう別れの時、山さんはその日を乗り越えるためにあることを始めました。それは SNS にモカの記録を残し、他の飼い主さんにも伝えることです。ペットロスがちょっと怖くなってしまって、 SNS を見ると先輩猫とか同い年の猫とか、いろんな知識を持った方々がいっぱいいらっしゃって、自分も同い年の猫ちゃんを飼ってますとか、頑張ってねっていう声をたくさんいただいて励みになりました。22年間共に喜び共に悲しみ、ずっと一緒にいてくれたモカ。いつまでもずっと一緒のお二人です。